やっほやっほ、イヤホン買ってるかい？ふぐみかんのイヤホンレビューの時間だよ。今回紹介するのは、ミューズハイファイ ME1。ミューズハイファイというと、13mm オーバークラスの平面駆動機の中で一番最初に触った、ミューズハイファイパワー以来。パワーは、同時期に販売された平面駆動機の中でも、最も高音低音が抑制的な一台で、フラットからかまぼこくらいのバランスを持っていたイヤホンだった。今回紹介する ME1 は、パワーとは色々と経路が異なる、全金属製のシェル、ハイブリッド構成のドライバー、そして、本機は DAP などで有名な、ヒビーとのコラボモデル、さらに、個性的な外観も話題になったな。価格としてはアラウンド2万円くらいのクラスで、良い部品を使った、スタンダードな 1BA ダイナミックドライバの、ハイブリッド型イヤホン、といった立ち位置の一台だ。このうち、ダイナミックドライバはヒビー開発のもので、それが本機の特色を生み出す理由にもなっていると思う。詳しく見ていこう。まずは外装部分から。外装は、アルミと思われる、非常に軽量で、形状も滑らかな金属製、フェイスプレート、本体、ノズルの3ピース構成で、ここら辺は全金属製イヤホンでよく使われるパターンかなと思う。ただ、全金属製イヤホンの中でもトップクラスに軽くて、この外装の影響を音色が受けている印象があるな。軽快で小気味良い音色だ。背面の特徴的なシャークグリルと呼ばれる部分は開放されていて、本機は軽くて響きの良い金属ハウジングと、この背面開放度のおかげで、かなりさっぱりと気持ちの良い鳴り方を提供してくれる。だからといって低音が軽いわけではないので、安心してくれ。若干 1BA1 ダイナミックドライバとしては横柄だけど、とにかく軽量で、かつ樹脂製イヤホンのような複雑な CNC 削り出しのシェルのおかげで、装着感は非常に良い部類に入る。実際、装着していて全くストレスを感じない形状と軽さだったので、イヤホンの存在をあんまり感じたくない人にもおすすめだな。遮音性はあんまり期待してはいけない。開放度が高く、シェルが軽量、つまり音が通りやすいので、遮音性はこのタイプのイヤホンの中でも中の下くらいだ。音漏れに関しても、シャークグリルが思いっきり開放されているので、ある程度漏れるものと思った方が良い。ただ、僕が普段聞く音量では、1ムも離れれば音漏れを聞き取ることができなかった。自分の聴覚を破壊していることを人に気取られたくないとかいう謎のシチュエーション以外ではそれほど気にする必要はないと思う。リケーブル端子は2ピン、非埋め込みタイプで、ほとんどのケーブルに対応できるが、しっかりはめ込まないと横方向の負荷に弱いので注意だ。ME1 の端子、及びソケットはしっかりと精度が良いものが使われていて、変に引っかかったりすっぽ抜けたりすることもなく、左右の硬さも均等で問題なかったぞ。付属ケーブルも、プレミアムなハイブリッド型にふさわしい仕様。純度 6N の単結晶導線に、こちらも単結晶の銀メッキ導線を組み合わせたもので、このイヤホンを駆動させるのに十分なポテンシャルを持っている。パッケージのバリエーションはないけど、これはケーブルがプラグ交換に対応しているからで、2.5mm、3.5mm、4.4mm の一般的なステレオミニジャックに大体対応する。よくわかんない人はどの機種にも合うから安心しとけってことだ。インピーダンスは32オームで、音量は取りにくいはずなんだけど、あんまり音量の取りにくさは感じないな。ハイブリッド型なので、再生するプレイヤーは音楽用のものを選ばないと、回路ノイズが乗っちゃう可能性があることには注意だ。スペック上の周波数特性は、10から4万ヘルツまで対応。ハイレゾ音源もしっかり鳴らせるぞ。中身について見ていこうか。触りでもちょっと言及したけど、ミューズハイファイ ME1 は、プレミアムなハイブリッドを自称している。その内訳は、ヒビーが開発した TLC ダイヤモンドライクカーボン振動板を採用したダイナミックドライバと、それから、このクラスでは、中国国内ブランドではなく、ノールズやソーニオンブランドの BA が使われることが多いんだけど、ME1 はもちろんこの条件を満たしていて、ノールズ製の BA ドライバーを組み合わせている。ダイヤモンドライクカーボンは、炭素系繊維素材の中でも、最高発で登場した振動板で、他のグラフェンやカーボンナノチューブが、高音域から中音域くらいの明瞭さと、低音もそれに引っ張られた、引き締まり重視の音色を持つイヤホンが多いのに対し、ある程度、中音域の暖色感や低音域にも深みを持つ機種が多い印象の振動板。今回紹介する ME1 も、そのような印象があって、低音域側には深みがあり、しっかりと量感のある音色だ。ただ、背面のシャークグリルで思いっきり開放度が取られていて、半開放型のイヤホンとなっているので、超重厚なサブベース、と言える部分はうまく引き締まり重視に転換している。なので、曲によって極端に低音が強く感じたり、
若干抑えめに感じたりするかもしれない。最初はどっちの傾向が本当なのか困惑したけど、慣れると、改造感や開放感を維持しつつ、曲に合わせてバランスを変えてくれるので、案外便利だったりもした。と、そんなわけで、ここまでをまとめると、完全金属製ながら、非常に軽量なシェル、かつ、装着感を重視した、樹脂製かと疑うような、複雑な装着面のおかげで、軽く、かつ装着感が良いイヤホン、背面のシャークグリル。多分サメのエラがモチーフだと思うんだけど、この部分のおかげで、特徴的なデザインと、背面開放による特徴を両立してる。遮音性と音漏れには期待してはいけないが、半開放型、DLC 振動板採用の、ヒビーコラボのダイナミックドライバー、そして、ノールズの BA、これが、半開放かつ、軽量で響きの良さそうな金属の外装に包まれてるわけだ。高音域側の響きの良さと、低音のよく抜けた、爽快感のあるイヤホンになりそうだな。で、音色なんだけど、おおむね期待値通り、加えて、意外にも高音域が刺さらない。開放型のイヤホンは、どうしても高音域の成分が残りやすく、低音側やボーカルが痩せるものが多い気がするんだけど、ME1 は、ベースのうねりが痩せている印象はなく、ただ、物量で押し流してくる EDM 系の低音な曲に関しては、結構半開放らしい、あっさりとした低音が顔を覗かせたりする。1BA1 ダイナミックドライバーらしい、くっきりと音が書き分けられる音色、というキャラクターがあって、かつ、開放型らしい音色が必要以上に反響しない印象もあるな。それでいて、高音の不快なピークがないあたりは設計の旨味を感じる。基本、開放型と DLC から想像するさっぱりしつつ、中音域などに若干量感の残る音色なんだけど、この組み合わせで想像しているよりボーカルはちゃんとしっとり鳴らせるし、ギターやベースもしっかり金属質になりすぎず、かつハキハキとした開放型かつ DLC、という看板通りの鳴り方なんだ。それでいて、高音域は結構主張してくる。ボーカルとのバランスも悪くないけど、若干金属音なんかが優位で、はっきりと目が覚めるような音を鳴らしてくれるぞ。弱点らしい弱点は、特になし、とにかく重低音を求めるような人が購入するようなイヤホンでは決してないけど、時折、低音の帯域によって、前の曲ほど元気ではないので、低音を聞きたい時にはごく稀に拍子抜けするくらいか。とはいえ、低音が出にくい曲でも、臨場感は全く拍子抜けする感じではないし、むしろこのイヤホンの特性として楽しんでいくのが良いと思うぞ。音色を分解してみよう。金属質かつ開放感、抜け感がある高音域、シングル BA らしい、ハキハキくっきりとした音色で、アルミ金属シェルのハイブリッド型イヤホンに期待されているものを最高得点で出してくれる。金属音がかなり近く、若干高い位置で鳴っている印象があるな。全体のバランスは決して強烈に高音域よりではないんだけど、特に高音域が印象に残る理由だと思う。中音域はしっかり暖色感も出せる、バランスの良いもの、若干高音域より引いた位置から鳴ってる感じがして、それでも高音域に食われないボリュームがある。そして低音域、半開放型の DLC ということで、正直それほど期待値は高くなかったんだけど、これがまたハキハキかつ重みのある鳴り方をしてくれる。しっかり振動感もあるんだけど、他の音域の輪郭を崩さない、良いバランスだ。全体を見直してみると、高音が若干主張が強め、全体にくっきりと分離感があり、音の出だしがはっきりと力強い。1BA1 ダイナミックドライバーらしい、くっきりはっきりとした鳴り方で、かつ、カーボン系の振動板と、軽量かつ硬質な金属外装のおかげで、響き方も硬質かつ美しい。高音、低音ともに上限下限が広い感じで、妙に高低音を諦めてる感じがなく、どちらも音として元気なんだけど、ボーカルはしっかり食いついてくるし、もっと無機質でドライになってしまってもいいところなのに、ちゃんと体温を感じられるボーカルが鳴るぞ。ミューズハイファイ曰く、プレミアムな 1BA1 ダイナミックドライバーな本気は、その歌い文句にふさわしい、本気でしか聞けない音色を持っている。少し特徴的なので、ぜひとも視聴して、その正解を探ってみてもらいたい。装着感、音質の両面でおすすめだ。ただ、人によって好みは分かれそうかも。結構独特な大人部分もあるので、レビューを聞いて可能性を感じる人、気になってる人におすすめだぞ。と、こんなところだな。見た目も魅力的だけど、音も特徴があって魅力的な一台だった。ミューズのイヤホンは2台目だけど、どっちも結構特徴があって、惚れる人はとことん惚れる音、という印象だな。同じ価格帯で高質な音色、かつ装着感が良いもの、というと、個人的には愛好の OHHS が思い浮かぶんだけど、あっちはさらにソリッドさで全体を統一していて、
同じ寒色系の音色でも、随分毛色が異なるんだよな。本当にこの価格帯は当たりばっかりだよ。といったところで今回はここまで。